はい、どうも、浦瀬ですね。今日はですね、最近自分の動画でちらほら映ってたかと思うんですけど、こちらのレバーレスアーケードコントローラーについてお話ししていきたいと思います。最近ですね、チームの影響もあって、ストリートファイター6っていうですね、格闘ゲームを始めているんですけれども、自分は最初ね、こういったパッドを使用してプレイしておりました。このストリートファイター6っていうのが、従来のね、コマンド入力が必要なクラシックっていう操作方法と、あとワンボタンでね、技を出すことができるモダン操作っていうこの2つの種類が用意されていまして、初心者でもですね、気軽に楽しめるゲームになっております。でしかもこのね、モダン操作とパッドの相性がすごく良くて、楽しくね、遊べていたんですけれども、パッドでプレイしていく中でですね、ちょっとね、気になる部分が出てきまして。これもう先にね、言っておくんですけど、あくまで自分がね、個人的に感じたことなので、世の中にね、パッドでそういうプロプレイヤーもたくさんいるので、それを踏まえた上で聞いてほしいんですけど、このね、十字キーでの操作が結構難しいんですよ。で、これ難しいと言ってるのが主にね、3つなんですけど、まず1つがコマンド入力、2つがステップ、で、3つ目がガードの切り替えですね。で、コマンド入力は、モダンでもですね、やっぱキャラによっては必要になってきていて、できればね、習得したいんですよね。ただ、判定が結構難しくて、この十字キーだとね、ボタンが押し切れてなかったりすることも結構ありまして、で、あと、スライドさせて入力することもあるんですけど、これ何回もやってるうちにですね、指が痛くなっちゃって、これ難しいってね、ちょっとね、自分になっちゃったんですよね。で、あと、二つ目のステップについてなんですけど、方向キーをね、素早く2回押すことによって、前にね、ステップしたり、バックステップっていう感じで、後ろに下がったりすることもできるんですけど、これね、すごく多用するんですけど、自分この十字キーでやるの苦手で、反応しなかったり、なかなかうまくできなかったんですよね。で、三つ目がガードの切り替えなんですけど、これやっぱり十字キーってどうしても操作はね、親指一本でやるんで、前にね、進んでる時に相手の攻撃来た時、とっさにね、ガードするってなった時に、一回指を離して、後ろキーを押すっていうね、この操作が必要でして、自分の反応が悪いってだけなんですけど、ちょっとこの反応がね、操作によっても遅れちゃってるっていうことがあって、この3つがね、結構やっぱプレイに影響するってことに気づきまして、自分はこのパッドじゃない方がもしかしたらいいのかなと、ちょっと思ったんですよね。もともと自分がですね、FPS をメインにゲームをやってまして、その時はですね、こういったキーボードとマウスを使ってね、操作しておりました。なので、キャラの操作っていうところに関しては、このキーボードのですね、この WASD のここのキャラ操作の方がね、慣れてたんですよね。なので、試しにですね、ちょっとキーボードでプレイをしてみました。そしたらですね、キャラ操作の部分はかなり改善されて、ガードもね、間に合うようになりましたし、コマンド入力も、やっぱ全部のね、キーというか、3つのキーにね、指をもう添えられるんで、かなりね、技も出しやすいし、これはいいなってなったんですよね。ただ、今度はですね、キーボードになると、この右手の方でね、この攻撃キー、パンチとか、キックとかっていうところをね、押すようになるんですけど、こっち側はいろんなキーが密集してるんで、入力ミスっていうのがね、多くなってしまうっていうところ、新たな悩みが出てしまって、キーボードもそういったところのちょっと弱点がありましたと。でもここまで来たらですよ、レバーレスアケコンを買うしかないなという風になりまして、いろいろ探してですね、こちらのアケコン、サリーボックスにたどり着いたわけです。DIY でね、アケコンを作成してくれてるショップさんとかが、いくつかあるんですよね。で、そんな中で自分は今回アリエクを使ってですね、KKDIY レトゲームストアさんというところで、こちらのサリーボックスを購入させていただきました。価格はですね、本体が約9000円台で、送料とかも含めてもですね、1万ちょっとで購入することができました。かなりね、安いですよね。ちょっと配送まで期間はね、かかったんですけど、ちゃんとね、届いてくれたんで、よかったかなと思います。で、何よりですね、これを選んだ理由がコンパクト。で、かつ、この WASD 配列にも対応っていうところですね。この2つが決め手になって、そして値段もね、1万円で買えるっていうところで、試しにね、
買ってみました。これのね、レビューって全然まだ出てなくて、ちょっと不安ではあったんですけど、結論としてはですね、買って大正解でした。ね、これになったことによって、この動きがもうできるようになりましたし、このステップがね、めっちゃやりやすくなりました。で、あとコマンド入力もね、このサリーボックスは横幅約18センチで、縦が約11センチ、高さが約2.5センチと、かなりコンパクトなコントローラーになっていまして、iPhone と比べてもね、このサイズ感なんで、スペースも取らずですね、持ち運びしやすいコントローラーになってるかなと思います。で、接続端子は USB-C が採用されておりまして、販売ページを見る分にはですね、PC と Nintendo Switch、あと PS3 と PS4 にですね、対応しているみたいです。ちょっと自分の環境がですね、PS5 ないんで検証できてないんですけど、どうやら PS5 を使うときには別途ですね、コンバーターみたいなものが必要になるようです。で、キーについてはですね、キーボードとかに使われているメカニカルスイッチが中に入ってまして、赤軸だと思うんですけど、押し心地やクリック感はですね、個人的に好みの感触かなと思います。キー自体もね、取り外してカスタマイズもできるみたいです。ちょっと自分はやってないですけどね。で、配列については、ちゃんとこのサリーボックスには、ここのですね、上のボタン、W キーが用意されているというものになっています。で、サイドにあるここのスイッチで、この親指と W キーをですね、同じボタンにするか、ないしは独立して設定するかっていうところを切り替えることができまして、こう切り替えることでね、簡単にヒットボックスの配列に戻したりとか、みたいな使い方ができるようになっています。また、LED ライトも搭載されていて、結構ね、カラフルに光ってくれます。そんなね、FPS 経験者にとって嬉しいこのコントローラーなんですが、設定はね、ちょっと一手間かかるんで、この動画でね、詳細をご紹介していきたいなと思っております。自分はキー配置の変更と LED がね、ちょっとチカチカしちゃったんで、これをオフにしたかったんですけれども、やろうとしたらですね、ちゃんとしたマニュアルみたいなものがなくって、それもあってね、ちょっと苦戦しちゃいました。で、まずはですね、このコントローラーのこちらのボタンを長押ししながら PC にですね、接続してください。で、もしくはですね、ここの左上の部分に再接続できるボタンがありますので、右上のボタンを押しながら、左上の再接続ボタンを同時押しでリセットすることも可能です。で、これをしていただくと、こういったね、画面に変わると思いますので、この状態でブラウザを立ち上げてください。で、ブラウザを立ち上げてもらったら、この数字の 192.168.7.1 とですね、入力をして、ここでエンターを押してください。そうするとですね、この Welcome to the GP2040 CE こちらのページに移ると思います。ここがですね、設定をするための画面となっているわけでございます。でね、漢字の設定なんですけれども、まずね、LED の切り方をね、ご説明したいと思います。この画面のところからですね、このコンフィグレーションを選んでもらって、LED コンフィグレーションっていうのをボタンをクリックしてください。このですね、データピンというところを-1にしてもらうと、これをしていただくことによって LED がね、消えますので、この数字で-1にしてください。で、もし LED を光っててもいいけど、明るさを抑えたいよっていう方は、マックスブライトネスっていうところの数字を小さくしていけば光量が抑えられます。で、設定をしたらですね、-1にして設定をしたら、下の方にセーブボタンがありますので、ここを押してください。で、同じような流れでですね、キー配列も変更していきます。まず、コンフィグレーションを選んで、ここのね、ピンマッピングっていうのを押してください。するとね、こういった画面が出てくるかと思います。自分はですね、W キー、ここのですね、上の部分は、いわゆる上の入力のまま。で、親指のキーをですね、別のキーに割り振りたかったので、今ね、見ていただいている、こういった配列にね、変更いたしました。もともとここのね、アップ、いわゆる上の入力の部分には、2っていう数字がね、入ってたんですけれども、ここでですね、この2っていうのがどこかっていうと、ここ
この親指の部分がですね、配列で言うと2番に当たるというわけです。で、この各種数字がですね、コントローラーでいうところのどのボタンなのかっていうのは、コミックノイズさんというショップ様が公開してくれておりまして、URL のリンクをね、概要欄に貼っておきますので、そこで一度ご確認してみてください。自分もね、後から知ったんですけど、このサリーボックスを日本でね、発売してくださってるショップ様でございまして、ここで買えばね、日本語マニュアルも付属してくるみたいなんで、安心してね、購入したいという方は、ここでね、買うのがいいんじゃないかなと思います。はい。でね、このキー配列をもとに、自分の好きなキーをですね、配列を変更していくわけなんですが、2つほど注意事項があります。1つは、キー配列の変更はあくまで入れ替えのみであって、W キーと親指キーを独立させる場合は、どこかね、使わないキーから設定を移して使う形になります。同じキーを2つ設定することや、コントローラーにないキーをね、追加して設定するみたいなことはできないのでご注意ください。で、今回購入したこちらのですね、サリーボックスは、コミックノイズ様から発売されているモデルとですね、ソフトというかベースは一緒なんですけど、ショップが異なるんで、やっぱ厳密に言うと違うコントローラーになってるんですよ。なので、W キーに該当するここのボタン、コミックノイズさんで書いてある配列はピン21ってなってると思うんですけど、これね、このコントローラーはピン21ではありません。ここに気づくまで時間かかってね、ちょっと手こずっちゃったんですけど、この自分が購入したモデルのサリーボックスは、ここのキー配列ですね、ピン15だったので、そこだけですね、ご注意ください。自分はなんでアップの部分をですね、この15、WSD の W 部分にですね、配列をして、親指部分の2番はですね、この RS っていう普段使わないね、ボタンを設定して、で、ここに元々入ってた19っていうのを下にですね、ファンクションという形で入れ替えて設定しております。で、各種設定が終われば、またこのセーブボタンを押してもらって、上にあるこのリブートボタンですね、ここを押していただいて、このコントローラーっていうのを押していただくと、コントローラーがまたリブート再起動されますので、コントローラー側の画面がしっかりとこのボタンの画面になっていれば設定完了です。Steam でもしっかり反応し、無事ストリートファイター6もプレイすることができました。ということでいかがでしたでしょうか。今回はかなりコスパのいいアーケコンのね、ご紹介だったんですけれども、あんまり詳しい設定も含めたレビューがなかったんで、今回ね、ちょっと撮ってみました。もしちょっとでも参考になっていれば、ぜひともですね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。また、コメントもいただけますとモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。こんな感じでね、引き続きゲーミングデバイスや撮影機材のお話をしていきたいと思いますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。